これも右の肘が右足のお皿の部分を回り込んで掴んでるじゃないですか。その方が固定しやすいでしょ。そうね。ただ上に乗っけるよりは。そうね。よろしくお願いします。バイドです。また Discord アドバイスシリーズです、はい、今回はハンズミさんが投稿してくれた座っているキャラクターですね、How do I fix the fingers and the right hand、なので右手は困ったらしいんだけど、どう思いますか？そうですね、まあ腰が難しいね。まあ腰もそうなんですけど、そうだな、こういう時はほら自分でねポーズを取ってこういうのがいいかなってそうだね、探り出すのがね一番手っ取り早いんですけど、ちょっとやってみようかな。よいしょ。私もやってみようか。そうかそうか。大体わかりますよね。そうね。ももが腰につながるところが難しかったと、右腕の角度なのかな。アドバイスとして、上で書くか新しく書くかどっちがいいですか？新しく書いてみましょうか。じゃあお願いします。はい。なんかこの前その濡れた服の、もう手がちょっと困ってましたね、サイドビューでどれくらい指が何本見えるか困りますよね。じゃあ最初は腰の位置と頭の位置決めて、また痛いこんなもんかなーって。私足の下はいつも困ります。こういう風になんか斜めで足を描くときに、この線ですね、どこに描くかいつも困ります。なんか曲がっている面だから、難しい。じゃあ元の絵より足がなんか上に来ますね。そうだな。本当は足は結構長いですね。どうなんでしょうね。元の絵より肩の形ははっきりしてますね。こういう風に前に出すとちゃんと肩も前に来ますね。で顔の正面を角度プラス字で決めて、野球に立ちそうな線が見つけました。これですね。そのなんかそこに筋肉があるけどなんという筋肉だったかな。名前いつも忘れてます。胸と肩の筋肉ですよね。日上さんが描いている左足が元の絵より前に向いてますね。元の絵で右足が前に向いているのに左足がなんか同じ角度になってない。で今回鎖骨は結構上に上がってますね。どうも描きにくいと思ったらアップルペンシルが先が太すぎて隠れて見えない。そうね。あとカーソルが出ないですね、今の設定だと。そうね、鉛筆に近い細さなのに先って太い。また役に立ちそうな線がいっぱいありましたね。その肘の曲がるところとか、また腰骨とかくるぶしっていうのもいいね。そういう線があって線画でも角度とか見やすくなりますね。わかりやすくなります。
またなんか一つの指が少し独立して結構自然なポーズになりますね。こんな感じですかね。おー、ありがとうございます。いえいえ。では比べましょう。半住さんが描いた元の絵はこんな感じでした。元の絵も全然プロポーションがよく描けてる方ですよ。そうですね。特に困っているところが手の描き方でしたが、私的に多分その腕の曲がり方と多分ももと腰のつながり方かな、でひろいさんが描いてもらいましたのがこんな感じです。でまたこういうフィギュアを描くときになんかいろんな役に立つ線がいろいろあって、元の絵でなんか分かりにくいところが多分こういうところでした。なんかどういう風に体につながってるか、あとはこういう重なってるところ、そこがなんか本当はこうなった方がいいとか、それとももうこうなった方がいいとか、今の線だとちょっと分かりづらかったんだけど、こういう風にすごい見やすくなりましたね。こういう線があって腰骨だっけ、はいはい。それはいつもすごい役に立ちそうな、実は多分服を着せたら見えなくなるんですけど、フィギュアを描くときにもっと角度が分かりやすくなりますし、で私的に元の絵で、もちろんプロポーション多分影シルエットで見ると全然分かりやすいと思うんですけど、この足がこういう角度になってました。こういうようなこういう角度で、こっちの足がなんとなくなんか直接になんかこの足とこの足がなんかこうなっている感じですね。でひろえさんが書いてくれた両方もっとこういう角度になってますね。同じ角度になっている。ちなみに座ってるからケツは潰れるように描くのもまたそうですね。元の絵でこういう風に書いてくれたんですけど、やっぱり座ってるともっと平らになりますね。でまた服を着せたら多分見えなくなっちゃうんですけど、これもすごい役に立ちます。この腕がこうなって下も見えてきますね。なので多分下の面もこの面ですかね、あとは元の絵であまり見えなかったんだけど、この左の肩がもしかしたらここではっきり見えるんだけど、右の肩はどこにあるのか、この辺なのかな、だけどそうすると腕が結構まだ後ろになってますね。でもこのポーズだと結構自然に左肩も右の肩もなんか前に行きますね。そうするとなんか自然にキャラクターがちゃんと自分の重さを前にかけてるように見えますね。なんとなくこっちの方がちゃんと足の上に収まってるっていうか、背筋を伸ばしてこのポーズはちょっと疲れるんで、少し背を丸めた方がでこれが結構具体的な話になっちゃうんですけど、その背骨、フィギュア描くときに一般的にこういう曲がり方ですね、こういう座り方。でも実はもしかしたらこうなってまだ後ろに背骨は S 字カーブになってますからね。完全にこういう形に青の線にならないですね、そこが難しい。背骨が S 字になっててもたまに外で見えるのがこの形だけですね。完全に前に向いてある、だから骸骨の形も考える上に、肌の違う形になっていることも考えるし、その上に服を着せたらまた形が変わりますね。でこの線気になってます。これが肉前に傾いたらシワができる。あとは途中で言ってたこういう線とか膝の下、日鏡って言うんですけどね、そこの部分。こういう線があると角度が分かりますね、どれくらい
回してるこっちに回りました。肘の曲がってるところに線を描いたら角度がもっと分かりやすくなります。で、最初から半住さんが一番気になってた手の形、どういうふうに変えましたか？まあただ手を重ねるだけじゃ収まりも悪いかなと思ってちょっと掴む感じで。ああ、なるほどなるほど。日野井さんが描いてくれた絵はいろんな押さえてるところがあってもっと収まってる絵になってます。例えばこういうところとかこういう風に掴んでるからこういうところ、あとこの足が多分左足にもう触ってますね、なんとなくこういうところとこういうところがあってちゃんと安定したポーズになってますね。まあ実際自分でできるポーズだから、やってみると理解ができると思います。そうね。こういうポーズを描くときにこう描いたら不自然だけどこういう風になんか重さがちゃんと感じるようなポーズ。ちなみに構図がついて喋るときはこの顔の上が動きますからね。確かそうですね。これが動けないから、それはアニメで描くときはめんどくさいですね。まあそうですけどまあ3枚だからパターンは3つだけ。普通に開いて喋るならると途中と閉まってる。はいはい、これも右の肘が右足のお皿の部分を回り込んで掴んでるじゃないですか。その方が固定しやすいでしょ。そうね。ただ上に乗っけるよりは。そうね。じゃあ最後にはずみさんに何かワンポイントアドバイスありますか？もう全体的なプロポーションはよく描けてると思うんで、ディティールの方をね、ちょっとした線でリアルに見えたりするんで、そこら辺をまあ今ネットの時代でいくらでも参考になる絵はあるからそうですね。ありがとうございます。はい、どうも。この Discord アドバイスシリーズに他の動画いっぱいありますのでぜひ見てください。あとは自分で Discord グループにログインして投稿できますので、他のユーザーからアドバイスもらったりしてこういう風に動画になったりできますのでぜひ投稿してください。ありがとうございます。お達者で。バイバイ。